度はリップと眉毛をバチバチにして上下で挟むみたいなインパクトのある、でもちょっと抜け感を出したおしゃれなメイクをしてみました。こんにちは、紅林遥です。普段はケラの読者モデルをしています。今日はいつもとちょっと雰囲気の違った赤リップを使ったヌーディーカラーのメイクを紹介していきたいと思います。それではレッツスタート。まずはコンタクトを入れていきます。コンタクトはイオエヴァオリジナルのブラウン 16mm を使っています。コンタクトを入れるときは利き手をまず下にベッド添えて、その上から利き手じゃない方をまぶた持ってビッて引き上げて、でなんか人差し指とかでビッて入れるんですけど、上側から眼球に対して上側からこうやって入れていくとなんかすごく入れやすくておすすめです。こうです。はい、次はベースを塗っていきます。使ったのは MAC のライトフル C です。これなんかすごく新しいやつなんですけど、めっちゃ保湿力があって、塗るだけでもう1日乾かずになってカサカサする人とかも多分これ先に塗ったらしっとり1日保湿してくれるので、なんか色もうっすらついてはいるんです色もうっすらついてはいるんですけど、すごくなんか保湿力が高いので、まずはこれを塗ってから次に CC クリームを塗っています。はい、その上から前肌の CC クリームを塗っていきます。これは比較的いつも塗ってるやつですね。かなりカバー力が高くてですね、これ1本でほぼコンシーラーもいらずで、保湿力も高くてうっすら色がつくみたいな、めちゃめちゃ優秀な CC です。まんべんなく顔の中心から本当に薄く伸ばすように塗っていくのがポイントです。はい、次はコンシーラーです。資生堂のスポッツカバーファンデーションのこれは柔らかいタイプ S100 です。はい、これなんかすごいなんかみんなおすすめコスメみたいな感じで、アットコスメとか行くとなんか毎回売り切れてるやつなんですけど、たまたまこの間在庫があったので買ってきました。中身もなんか練りタイプのコンシーラーで、軽く手に取るだけですごく伸びも良くて、その上カバー力も超高いので、ニキビとかね、なんかこのそばかすとか消す時にはすごくおすすめです。ちょっと取ってポンポンポン叩いて伸ばしていくみたいな感じで、私は目の下のクマみたいなところと、あと目の際、なんかこの目尻の際のところがいつも残ったりして綺麗じゃないので、最初になんかマットにするために全部叩き込んで、あと小鼻ですね。最近鼻とかね噛むと赤くなったりするんで、そういうとこも全部これで隠れてしまいます。次に使うのがこちらです。これ香港で買ったんでちょっと読み方がわかんないんですけど、ノボかちょっと韓国コスメなんで、韓国の方詳しかったら教えてほしいのでコメントください。これパウダーですね。中がこういう風に4部屋に分かれてて、なんか白とオフ白とピンクとオレンジみたいなのが混ざって肌をカバーしてくれるんですが、なんか1色だけでこう上から粉を塗るよりも何色か混ざってた方が立体感が出るっていう風に最近学んだので、それを意識して4色入りのパウダーを使ってみました。意外と細かいラメが入っててすごく優秀だと思います。これを大きめのブラシで軽く本当になんか薄く伸ばすみたいな感じで上からはたいていきます。次にハイライト塗っていきます。使うのはいつものエチュードハウスのハイライトです。これほんとラメが細かくて、しかもなんかオーロラみたいな感じに光るので超ヘビロテしてます。これを、涙袋全体にちょっと大きめのミニブラシでシュシュシュッと振っていて、あとは鼻筋ですね、ピッと1本引いたら、眉毛の下、頬骨の高いところみたいな、なんとなく明るさをつけていきます。次に使っていくのはNYXのラブコントゥアーズオールパレットです。このパレットは開けにくいんですけど、ちょっとだけこんな感じで、なんかちっちゃい濃いめの色が9色、あとは大まかに4色、なんかハイライト、ローライトみたいなのがあって、そしてこっち眉毛ですね、多分アイブロウ用が2色入ってるすごく優秀なパレットです。このパ
トから一番明るい白をチョイスして、ハイライトを入れていきます。使ったのがちょっとなんか毛先がサバサバしたミニブラシなんですけど、これに結構多めに取ってでがっつり鼻筋に入れていきます。ここから後で影を足してだんだん立体感を出していくので、まずは本当にざっくり濃いめに入れるだけで大丈夫です。はい、次にアイシャドウを入れていきます。まずは真ん中のこのベージュっぽいラメの入ったカラーをアイホール全体、まぶたの際までしっかりと塗っていきます。上まぶた塗ったら今度は下まぶたも、外側からグラデーションになるような感じでざっくり塗っていきました。次にちょっと明るめのブラウンで、まぶたに影をつけていきます。塗る範囲はさっきベースで塗ったカラーの半分ぐらい外側から内側に向かってぼかすように塗っていきました。でなるべくこの目の際の方には、だんだん濃いめに入れていく感じなのでたくさんつけてシュシュシュとぼかして塗っていくことがおすすめです。次に赤ちゃんみたいなブラウン、これもラメが入ったものを塗っていきます。でこのブラウンを塗るときは、二重の人はカッて目開けたところのダブルライン、いわゆるなんか二重の幅のちょっと上ぐらいのところを際シュシュッとなんかこうくっきりアウトラインを描くような感じでシュッとアーチを描くように塗っていきます。で塗っていったら今度は目の際のところですね。さっき薄めのブラウンを塗ったところの一回り下ぐらいをシュシュシュッと影をつけるように塗っていきました。シャドウのラストとしてこちらの濃いブラウンを、小さなブラシ、なるべく細かいもので目の際影をつけるように塗っていきます。これは最後アイラインを引いた時に後からなんか埋めなくても良いように隙間ができないように対策として最初に塗っています。はい、次にMAC のダズルシャドウ、ラストダンスというカラーのシャドウを塗っていきます。なるべく大きめのアイブラシ、このぐらいですね。ちょっとなんかサバサバした大きめのやつでいっぱい取って手でちょっとぼかして薄付きにしてから目全体にはたいていきます。そうするとすごくこのラメ綺麗なのでいろんな角度から見てもなんかこうブラウンのグラデーションの中にもゴージャスな感じが見えてとてもおすすめです。次にアイラインを引いていきます。使うのはいつものアノンナのブラックです。でこのなんていうんですか、筆リキッドアイライナーは、後ろノックすると出てくるタイプなので、いっぱい出過ぎない程度にノックしてちょっと多めに出ちゃったらティッシュとかで拭き取ってもらって、で細めに目頭側からシュッと線を引いていきます。で、目尻は5ミリぐらいはみ出してオーバーラインしてるので最後だけこうシュッと細めになんかグラデーションみたいになればバッチリだと思います。はい、上のラインが引けたら今度は下まつげを描いていきます。今回つけまつげ使わないので、ちょっとオーバーめに引いた目尻のアイラインの下側から一番長い線をまず1本5ミリぐらい引いて、その周辺をシュシュシュとぼかすような感じで小さい細かい線を描いていきました。範囲は自分の目の3分の1外側ぐらいまでをシュシュシュと描いていきまして、目の内側に向かうにつれて短く細くなっていくようなイメージです。次にマスカラを塗っていきます。今回使うのはオシモンのブラックというカラーです。このオシモンは結構繊維がいっぱい入っててなんか目立ちすぎず、でもなんかすごく綺麗にサバサバとまつげが伸びるのでまずはベースで使いました。でも今回私まつエクやめて今まつげパーマしてるんですよ。なんでせっかくクリンとしてるからまつげつけるよりかはなんかマスカラ推しで最近は行っています。で一塗りしながらまつげを上下伸ばしていきました。で次にキャンメイクの極太マスカラブラックを上から重ね塗りしていきます。これはもう本当に私のゴリ推しコスメです。めっちゃ伸びるし、しかもなんか太さが出るのでなんかひじきみたいなまつげが出来上がります。はい、これをオシモンで伸ばした繊細なまつげの上からゴリ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 一回塗ってって長さと太さ、コシを出していきました。これは上だけ塗っています。次にノーズシャドウを描いていきます。まず使うのはこちらパールがかったちょっと濃いめのブラウンの
カラーを塗っていきます。一番最初にハイライトで真ん中の線を描いてるので、ざっくりと今度は影をつけていきます。まずは筆に取って、結構この手の甲とかなんか内側とかで伸ばして色をなじませて薄付きにしてから、結構大胆で大丈夫なので、自分の目の始まり、目頭のとこぐらいからシュッとグラデーションで薄付きになるように鼻の先端まで両サイド伸ばしていきます。で、つきすぎていっても大丈夫なので、この段階ではうっすら引いて、でざっくり影がついたら今度は伸ばしていきます。でこの時のポイントとしては、なるべく真ん中には触らないこと。ここのラインはハイライトを入れてるので、影はつけないようになるべくきっぱりと分けたいので、内側から外側に向かってぼかしていくのが大事なポイントです。次にマジョリカマジョルカのアイシャドウカスタマイズ、WT963 のカラーですね。白のパールがかったハイライトを塗っていきます。この時使うのはなるべく細めの平筆みたいな感じで、なんかこうなんていうんですか、細い線を入れたいので、なるべく横幅のないものを使っています。でこれを手に取って、で筆でなじませてから、鼻の真ん中のラインに細めに1本ピッと線を入れていきます。でついでにたくさんめに筆に取ったら、目頭にもハイライトを入れました。こうすることでちょっと白目が綺麗に見えるかなっていうところがあります。はい、先に今度は眉毛を描いていきます。使うのはこちら、NYX のラブコントゥアーズオールパレットです。この真ん中の、小さい方のカラーパレットから3色、この辺ですね、カーキ色と濃いめのブラウンとラメの入った明るめのブラウンを3色ぐらい混ぜて、でなんかこうまだらで大丈夫なので手でなじませてから眉毛を描いていきます。描く時のポイントは、自分の目に近い底辺の方から上に向かって描いていくのがポイントです。で目の最後のお尻のところは山になるようなイメージでシュッと、今回は結構山をつけて最後まできっちり描いております。なるべく当たり線を先にシャッと引いて、そこから塗りすぎないことをポイントとしています。なるべくこういろんな色を混ぜながら、例えば下の方は濃いめのカラー多めで混ぜましたってなったら、今度は上の方は明るめのカラー多めでいきますみたいな風にすると、私全く眉毛ないんですけど、あたかも入っているかのような立体感が生まれるので、目の錯覚をどんどん利用していきたいと思います。で眉毛の仕上げに今度は同じパレットの右下のアイブロウカラーを使っていきます。今度は1色だけ筆に取ってちょっとなじませてから、眉尻をキュッと下げて描いていきました。目の最後のところが山になってるんですけど、そこからなるべくこうなんていうんですか、角を取っていくような感じで丸めに下に下げています。だいたい1センチぐらいですかね。後ろの方はシュッとこうだんだん小さくなっていくようなイメージで描いて、でつなげるために一番下のところをなぞっていきました。はい、今度はハイライトを入れていきます。もう何度もハイライトを入れるんですけど、やっぱヌーディーメイクはコントラストが大事だと思うので、どんどん入れていきたいと思います。また同じパレットの左上、一番明るい白のハイライトカラーをたくさん筆に取ってなじませたら、やっぱり濃いめに鼻のところにもう一回入れていきます。何度も重ねていくので薄くなっていきがちなんですが、根気よく重ねて立体感を出していきたいと思います。で T ゾーン入れたら、今度は眉毛の下ですね。もう、眉毛アイシャドウ描き終わったので、一番最後の仕上げとしてくっきりこの眉毛とアイシャドウの間分かれてますよみたいな感じを出すために明るいハイライトを入れていきました。そしてその延長で頬骨の一番高いところ通って目の下の周りのアイホールの下のところまで綺麗に入れていきます。こうすることによって抜け感が表現できるかなと思います。はい、そしたらノーズシャドウを仕上げていきます。使うのはさっき眉毛に使った右下の、アイブロウカラーです。これを小さい筆、細かい筆に取って、
なるべく薄めにこうはたいていきます。そしたらさっきハイライトを入れたところのほんとキワキワまでだいたい鼻筋5ミリから3ミリぐらいを残して際のところに一直線を描いていきます。なんか一気に引くと失敗しやすいので、上から順番にちょっとずつ描いていっては外側に向かってぼかす作業を繰り返しました。そうするともうすっごい鼻高い人みたいなくっきりパッキリ分かれて、しかもなんかグラデーションが何回も重なってるからすごく自然に凹凸が出るかなと思います。次にリップを描いていきます。まずは先ほど使ったラブコントゥアーズオールパレット、NYXのパレットを使ってまたハイライトを入れていきます。この白いハイライトをたっぷりとって唇の下の際のところ、それから唇の上の山のところにたっぷりめにハイライトを置いていきました。こうすることでオーバーリップを引いた時にすごく立体感が出てまた可愛らしい印象になっていきます。次にリップを塗っていきます。使うのはニベアのブライティングアップチェリーピンクというカラーです。これピンク色に薄く染まるらしいんですけど、ちょっと私の目ではいまいちわからないので普通にベースとして使っています。これを全体に塗って唇を整えます。そして NYX のスリップティーズリップオイル赤のカラーを使っていきます。これ超優秀で、なんとこういう風に見た目ちょっとグロスみたいな感じなんですけど、塗るとマットなカラーになって乾いたらなんかあんまりつかない、落ちないみたいな感じで、しかもオイルだからパリパリせずにすごく潤って長続きしてくれる優秀コスメだと思っております。これをオーバー気味に上下塗っていきます。まずは下から塗っていってだんだん範囲を広げていくんですけれども、この時に、このブラシにたっぷりつきすぎているとオーバーリップの外ライン引いた時になんかベベってなっちゃって後から修正するのすごい大変なので、なるべくこうちょっとブラシからリップを落として細かく描いていきます。多分ペンシルがあったらすごい楽なんでしょうけど、とりあえず私はこれだけ最近使っております。最後の仕上げでチークを塗っていきます。使ったのはキャンディードールのキャンディーパウダーチークアプリコットコーラルというオレンジみたいなピンクみたいな色です。これをこういうちょっと大きめのブラシでバババって取って結構なじませて、もう濃いめにつくので結構落としていってから自分の頬骨の一番高いところにポンポンって置いて色づきの様子見て、なんかいい感じだったら前と後ろに伸ばしていきます前と後ろに伸ばしたらその色を今度は手とかで上下に伸ばしていくとすごく自然に仕上がるのでポイントです。いかがでしたでしょうか。私のいつものメイクといえばもうバッチバチに目力強めのメイクが、メインなんですけれども、今回はちょっと変えてみまして、目はそこそこ、今度はリップと眉毛をバチバチにして上下で挟むみたいなインパクトのある、でもちょっと抜け感を出したおしゃれなメイクをしてみました。ぜひ皆さんもいろんなカラーで真似してみてください。もちろん他にもたくさん動画を出していますのでチャンネル登録してぜひ他の動画もチェックしてみてくださいね。それでは